どうも、男中村です。今日のご飯何作ろうかなとか思うことありませんか？例えば忙しくて作る時間がなかったりとか、毎日同じメニューばっかりで飽きてきたとか、栄養バランスに気を配りたいけど、なかなかいいアイデアが見つからないとか、そんな風にいろいろお悩みを抱えている方もいるかもしれません。でも大丈夫ですよ。そんな時はチャット GPT に聞いたらいいんですよ。チャット GPT とは何かをご存じない方のために、ものすごく簡単に説明しますけど、チャット GPT はいわゆる AI です。人工知能のことです。チャット GPT のウェブサイトにアクセスしてログインすると、誰でも無料で使うことができます。普通の話し言葉で私のような関西弁で質問しても的確に答えてくれますよ。チャット GPT は幅広い知識を持ってますけど、森羅万象全てのことを知ってるわけじゃないので、専門的な用語とか専門的な知識には答えられない場合もあります。けど大体一般的な質問にはちゃんと答えてくれます。それで料理に関する知識も豊富なんですよ。私が調べた限りでは料理とか栄養に関する知識も豊富ですね。料理のレシピなんて Google 検索で調べたらいくらでもヒットするから、チャット GPT に聞かなくても大丈夫じゃないかって思ったりしませんか？そこでチャット GPT と Google 検索を比較してみましょう。例えばチャット GPT にハンバーグのレシピ4人分と質問してみましょう。このようにハンバーグのレシピ4人分を表示してくれます。同じように Google 検索でハンバーグのレシピ4人分と入力してみると、このようにクックパッドのレシピが上位に表示されました。これをクリックするとレシピが見れますね。Siri にも聞いてみましょうか。へい、ハンバーグのレシピ4人分。ハンバーグのレシピについてウェブでこちらが見つかりました。ご確認ください。Siri に聞くと Google 検索と同じ結果が出てきます。さて、ここまでだったら Google 検索の方が画像付きの分かりやすいレシピが表示されるんですよ。だからチャット GPT で調べなくてもいいんですよ。けどチャット GPT のすごいところはもっと具体的に答えてくれるんですよ。例えば、パン粉と牛乳がないですって言えば、パン粉と牛乳がない場合でも代用品を使うことができます。以下は代用品の例です。と、こんな感じで答えてくれます。Google 検索でハンバーグのレシピ4人分、パン粉なし、牛乳なしで検索すると、クックパッドのレシピがヒットして、これのトップを見てみますと、パン粉2分の1カップ。で、パン粉使っとるやないか。まあ、そんな感じで情報の精度が危うくなってくるんですよ。チャット GPT にもっと具体的な質問をしてみましょう。例えば、ボリュームのアップするアレンジはありますか？と質問したら、はい、ボリュームアップするアレンジはたくさんあります。以下にいくつかのアレンジ方法を紹介します。というふうに具体的なアイデアを5つも挙げてくれました。では、Google 検索でハンバーグのレシピ4人分、パン粉なし、牛乳なし、ボリュームアップで検索したら、クックパッドのレシピがヒットして、このトップのレシピを見てみましょう。たくさんの玉ねぎも気にならないぐらい合いびき肉とマッチしてあっさり食べられます。ふわふわジューシーです。期待したようなレシピではなかったですね。それにパン粉も使ってましたね。ではついでにチャット GPT に簡単なソースと付け合わせの作り方も教えてくださいと聞きました。簡単なソースのレシピ。トマトソース、トマト缶、ニンニク。で、トマト缶を使う時点でちょっと簡単じゃないかなと思いました。難しいです。もっと簡単なレシピはありますかって聞いたら、申し訳ありません。もっと簡単なレシピをご提供いたしますと言って、別に謝らんでもいいけどね、むちゃくちゃ簡単なレシピを提案してくれました。こんな感じでどこまでも質問に付き合ってくれるんですよ。質問する相手が人間だったら、くだらない質問したり、何遍も同じこと聞いたりしたら、相手も怒ったりするでしょ。また、例えば子供がするような質問、ハンバーグはなんでこねるのとかいう質問でも、チャット GPT に聞くと、ハンバーグはこねることで肉の繊維を細かく切り刻んで肉質を柔らかくし、口当たりを良くするためにこねることが一般的です。また、こねることで肉に空気を含ませ、ジューシーでふんわりとした食感を出すことができます。加えて、混ぜ込む具材の味を肉全体に均一に行き渡らせることもできます。ただし、あまりにこねすぎると肉の繊維が破壊されてしまい、食感がゴム質になってしまうことがあるので、ほどほどのこね加減が大切です。このように答えてくれました。
私はなかなかこんな的確に答えられないですよ。チャット GPT はこんな感じで一日中こんな質問しても嫌な顔一つもせずに答えてくれるんですよ。顔はないですけど。先ほど質問が具体的なら具体的に答えてくれるって言いましたよね。だからより最適なレシピを提案してもらうために必要な5つの項目があります。1の料理名と人数は最初の例に挙げたようなハンバーグとかオムレツとかですね。料理名、それと食べる人数、4人前とか1人前とか。それらが決まってる方が的確なレシピになるに決まってますね。2の場面は例えばお弁当のおかずにするだったり、普通の家の家庭料理にするだったり、パーティーの料理にするとか、そういう場面を指定するとより的確なレシピになります。3の避けたい食材は例えば嫌いな食べ物だったり、先ほどの例に挙げたように家にパン粉と牛乳がないからパン粉抜き牛乳抜きにしてくださいとか、またアレルギーの食材とかもこれを抜いてくださいとか言うとより的確なレシピになりますね。4の調理時間や手間、10分以内に作れるレシピとか30分以内に作れるレシピとか、また私は料理初心者ですとか私はプロです、そういったことも分かった方が的確なレシピになります。5の制限とは、例えば健康の理由で糖質を減らしたいとか砂糖を減らしたいとか、またはですね調理器具、家にフライパンがないけど作れますかみたいな、そんなんでも代わりの調理方法を教えてくれたりします。これらのことを入力するとより最適なレシピに近づくでしょう。では以上のことを踏まえてチャット GPT にレシピを提案してもらいましょう。1の料理名と食べる人数は和風ハンバーグ1人前にしましょうか。2の場面は料理 YouTuber 男中村が自分のチャンネルの動画でチャット GPT の提案するレシピを作って食べて感想を述べる、そういう場面に最適なレシピを提案してもらいましょうか。3の避けたい食材はパン粉抜き牛乳抜き。4の調理時間や手間は15分以内に作れるとでもしておきましょう。5の制限は高タンパクとでもしておきましょう。こうやって入力して出てきたレシピがこれです。ではこれを作っていきましょう。チャット GPT の和風ハンバーグのレシピはご覧の通りです。今回はこれの倍の量で作ります。1、玉ねぎと生姜をみじん切りにします。この音声は音声さんっていう自動音声サービスにチャット GPT で作った文章を読み上げてもらったんですよ。私の声で読み上げるより AI っぽさが出るかなと思いまして、ここからはチャット GPT の書いた文章は自動音声に読み上げてもらいますね。私が自分で喋ってるセリフは私が考えたセリフです。2、ボウルに合いびき肉、みじん切りにした玉ねぎ、生姜、酒、醤油、塩、胡椒を入れ、よく混ぜ合わせます。3、フライパンにサラダ油を適量入れて火を中火にかけます。サラダ油がないんでラードで代用してます。4、ハンバーグ用の肉を丸めてフライパンに乗せます。5、フライパンの蓋をして弱火にし、両面にこんがり焼き色がつくまで焼きます。3分ぐらい焼いたところで裏返します。また蓋をしてじっくり焼きます。焼き加減は様子を見ながら自分で判断しなければいけませんね。さらに5分ぐらい焼きました。焼けたかどうか串を刺して判断します。中から透明な肉汁が出てきたら中まで火が通っています。もうちょっとかな。また蓋をしてしばらく焼きます。さらに2分ぐらい焼きました。串を刺します。もういいでしょう。6、火を止め器に盛り付けます。付け合わせが何もないのは寂しいんで、ネギを焼いて添えることにします。これは私の勝手な判断によるものです。ネギも盛り付けます。さらに私の判断でプチトマトを1個添えます。チャット GPT の和風ハンバーグが完成しました。では、いただきます。
このレシピは15分以内で作れる和風ハンバーグです。和風な調味料を使っているので風味が豊かで食欲をそそります。またパン粉や牛乳を使わずに高タンパクなハンバーグに仕上がっています。男中村さんによる感想も聞いてみたいと思います。はい、では感想を求められましたんで感想を述べます。美味しいです。ちゃんとほんまに和風の味になってます。生姜をみじん切りにして入れましたけど、すりおろした方がいいんじゃないかなって思ってたんですけど、全然違和感がなく、全体に生姜の香りが行き渡ったハンバーグになってます。醤油の味も行き渡ってます。あと玉ねぎを炒めてから混ぜるのが普通だと思うんですけど、生のまま玉ねぎを混ぜると焼いてる時に水分がたくさん出るんですね。焼けてしまったら水分がもう出てるから、炒めた玉ねぎを混ぜた場合とあんまり変わらないですね。和風の美味しいハンバーグになりました。でも案外普通のレシピでしたね。 YouTube 動画用のレシピって言ったから何かちょっと普通じゃないレシピを期待したんですけど、そこは普通でした。私がちょっと変わった料理ばっかりを取り上げてる YouTuber であるってことまで説明してなかったから普通の料理だったのかもしれません。男中村さんによる感想も聞いてみたいですっていう一言があったのは、そこを意識してくれたのかもしれませんね。そんなわけで、毎日のご飯に困ったらチャット GPT に聞いてみるのもいいんではないでしょうか。またもっと効果的な使い方などあればコメントで教えてくださいね。私もまた新たな使い方を発見したら動画を上げたいと思います。この動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の動画を週1回ぐらいのペースでアップしてます。他にもブログ、Twitter、Instagram もやってます。Twitter では更新情報とかたまにレシピをつぶやいたりもしてます。またブログはもう10年以上やってまして、今までの全ての情報がブログで見れますんで、ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。